本動画では、シミュレーション再生中に統計情報を取得して、画面に表示する方法について説明します。まずはじめに、レイアウトを作成します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、コンベヤーズから、シャトルコンベヤーを 3D ワールドにドラッグ&ドロップします。コンポーネントプロパティウィンドウ、規定タブから、ショーポートネームズにチェックを入れます。シャトルコンベヤーに設定されているポートの位置に、ポート名が表示されます。デフォルトで設定されている5つのポートに、コンベヤーを接続します。タイプ別モデル、コンベヤーズから、コンベヤーを 3D ワールドにドラッグ&ドロップします。マニピュレーション、PNP を選択した状態でコンベヤーをドラッグして、シャトルコンベヤーのポートナンバー1に近づけ、接続します。この時、コンベヤー上の黄色の三角アイコンが、シャトルコンベヤーへ向いた状態で接続してください。同様の手順で、2つ目のコンベヤーを追加して、シャトルコンベヤーのポートナンバー2と接続してください。3つ目のコンベヤーを 3D ワールドにドラッグ&ドロップします。マニピュレーション、PNP を選択した状態でコンベヤーナンバー3をドラッグして、シャトルコンベヤーのポートナンバー3に近づけ、接続します。この時、コンベヤーの三角アイコンがシャトルコンベヤーの反対側を向いた状態で接続してください。同様の手順で、4つ目、5つ目のコンベヤーを追加して、シャトルコンベヤーのポートナンバー4、ポートナンバー5と接続してください。タイプ別モデル、フィーダーズからアドバンスドフィーダーを2つ、3D ワールドにドラッグ&ドロップします。マニピュレーション、PNP を選択した状態でそれぞれドラッグし、コンベヤーとコンベヤーナンバー2に近づけ、接続します。シャトルコンベヤーの設定を変更します。シャトルコンベヤーをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウの下の方にあるルーティングルールを展開します。タイプを勘定ルールに変更します。勘定ルールは設定した順番通りに繰り返し製品を流すルールです。接続もしくはルールを追加を製品を流したいポートの数分である3回クリックします。追加したコネクションもしくはルールをクリックし、上から順にポート3、ポート4、ポート5と設定します。シミュレーションを再生します。ルーティングルールに設定した順で製品が輸送されます。次に、このレイアウトから統計情報を取得して表示するように設定します。統計情報について設定するには、ホームタブ、統計情報をクリックします。統計情報ウィンドウが表示されます。統計情報を表示するダッシュボードのレイアウトを決めます。今回は2列2行標準ダッシュボードを選択して、クリエイトをクリックします。使用できるチャートは、表示する統計情報と、グラフ形式を自由に設定できるシンプルチャートと、表示する統計情報とグラフ形式があらかじめ定義されているテンプレートチャートがあります。今回はシンプルチャートを使います。左上のウィンドウでラインチャートをクリックします。チャートを追加したら画面右側にプロパティウィンドウが表示されます。各プロパティについて説明します。まず、グラフのプロパティについて説明します。名称はグラフタイトルの設定です。サンプルに変更します。説明文の可視性はデータ系列の名称の表示、非表示を設定します。タイトルの可視性はグラフ名称の表示、非表示を設定します。サンプリング間隔はサンプリングを行う間隔を設定します。-1の場合、リボンの統計情報、間隔の値が適用されます。種類はこのグラフの種類の設定です。
今回はラインチャートを選択したので、線が設定されています。次に、データ系列のプロパティについて説明します。名称は、データ系列の名称を設定します。コンポーネントは、データを取得する対象のコンポーネントを設定します。3D ワールドからプロパティ値を選択をクリックすると、3D ワールド上のコンポーネントを選択して設定できます。項目の追加、削除をクリックすると、リストボックスから選択して設定ができます。プロパティはデータを取得するプロパティを設定します。コンポーネントに設定したコンポーネントが持つプロパティをドロップダウンリストから選択します。厚さは表示するグラフの線の太さの設定です。データ系列を設定して統計情報を取得してダッシュボードに表示してみましょう。今回はポート3から5に接続しているコンベヤーへ流れてきた製品の数を表示するように設定します。コンポーネントにコンベヤーナンバー3、コンベヤーナンバー4、コンベヤーナンバー5を追加します。系列の名称にパーツエンタードを入力します。プロパティを statistics.partsEntered に変更します。統計情報を取得する間隔を変更します。統計情報、間隔は統計情報を取得する間隔を設定します。この値を1に変更します。シミュレーションを再生します。コンベア上に流れてきたパーツの数が統計情報のダッシュボードで確認できます。ダッシュボードの右上にカーソルを合わせると画面の最小化、最大化ができます。マウスホイールでグラフのズームイン、ズームアウトもできます。グラフ上をドラッグして範囲を選択することで選択した範囲にズームインできます。シミュレーションをリセットして再度実行すると、前回のシミュレーション時に取得した統計情報は削除されます。その前に統計情報をエクスポートしたい場合は、統計情報、グラフをエクスポートからエクスポートできます。ファイル形式は Excel ファイルと CSV ファイル形式が選択できます。グラフをエクスポートをクリックし、ファイル形式を選択します。ファイルの保存先を指定するダイアログが表示されるので、任意の保存先を指定し、保存ボタンを謳歌します。保存が完了すると、拡張子の対応した規定のアプリケーションで自動的にファイルが開きます。ファイルには、シミュレーション開始出力時までのデータが間隔ごとに開業され、出力されています。データ行は、左からシミュレーション経過時間であるシミュレーションタイム、グラフにプロットしたデータ1つ目、2つ目以降データ分だけ並びます。先ほど同様の手順で、コンベアから出ていったパーツの数を取得して表示するよう設定を追加します。Excel を閉じてジェミニの画面に戻ります。シミュレーションをリセットします。統計情報ウィンドウのサンプルをクリックします。プロパティウィンドウの系列を追加をクリックします。ナンバー2の名称をパーツエクシテッドに変更します。コンポーネントにコンベヤーナンバー3、コンベヤーナンバー4、コンベヤーナンバー5を追加します。プロパティを statistics.partsExisted に変更します。シミュレーションを再生します。
コンベアに流れてきたパーツと、コンベアから出ていったパーツの数をダッシュボードで確認できます。データ系列のプロパティには、名前にインターバルが含まれているものがあります。例えば、statistics.partsIntervalEntered などがあります。パーツエンタードのプロパティを statistics.partsIntervalEntered に変更します。パーツインターバルエンタードとパーツエンタードでは、情報を取得する範囲が変わります。先ほどのパーツエンタードは、シミュレーション再生時にコンベア上に流れてきたパーツの総量を取得して表示します。対して、パーツインターバルエンタードは、シミュレーション再生時間を統計情報の間隔の時間で区切った時の、その区間内で流れてきたパーツの数を取得して表示します。そのため、インターバルを含むプロパティを使う場合は、間隔を適切に設定する必要があります。今回の場合は、間隔を60に変更します。シミュレーションを再生します。60秒ごとにダッシュボードのグラフが更新されます。また、パーツエンタードの値は、その区間の60秒で流れてきたパーツの数になります。以上で、シミュレーション中に統計情報を取得して表示させようを終わります。ご視聴ありがとうございました。